FM のそちらの皆さん、こんにちこんには。ちは。達瀬葵のもっと聞かせてレトロゲーム、ご視聴いただきありがとうございます。この番組は過去のさまざまなタイトルをテーマにして、さまざまなゲストを招待してゲームの熱意を語り合う番組です。今回第2回になりましたが、第2回のテーマはエターナルアルカディアです。司会は私、見えますか？見えますでしょうか？こちら私物です。達瀬葵です。よろしくお願いします。そして今回はエターナルアルカディアが大好きなプレイヤー代表として IGN ジャパンの倉部さんにも登場してもらいました。倉部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、番組内ではネタバレいろいろ出てくるかもしれないので、ちょっとご注意いただきながらご覧いただければと思います。必然的に出てきますね。しょうがないですよね。倉部さんすごい好きなんですってね。いや僕多分本格的にやったほぼ初めての RPG だと思うんですよね。ポケモンだけやったことあったので、これなんで捕獲できないのってモンスターね思った記憶はあるんですけどそれはさておき、やっぱりなんかすごい冒険心をくすぐられるように作られてると思うんですね、このゲームの世界が。だから本当に一番影響を受けやすい中学生の時期に出会ってよかったなって改めて思いますね。いろいろ学んだんですね。はい、さあ今回ですね、このエターナルアルカディアを選んでいるのには倉部さん理由があるんですよね。はい、今回ですね、当時のプロデューサーである児玉理恵子さんが先日アメリカのゲーム開発者向け会議の GDC でパイオニアアワードという素晴らしい賞を受賞されたんですよね。昔日本人の方で2人ぐらいしかいなくて、すごいやっぱり名誉ある賞だと思うので、僕もすごい児玉さんのゲームはファンタジースターシリーズとかもそうですし好きだったので、海外でもすごいエターナルアルカディアはすごく高く評価されているタイトルなので、やっぱそれだけ海外でも認められてるんだなっていうのを改めてすごい嬉しく思いましたね。嬉しいですね。一ファンとして、はい、ということで、それもきっかけとしてもうせっかくなんでこの名作を紹介しようという形になったんですよね。さあそれでは今回のゲストをご紹介させていただきましょう。なんとセガゲームスエターナルアルカディア開発チームからプロデューサーの児玉理恵子さん、そしてシナリオプランナー、世界観設定を担当し、任天堂ゲームキューブ版エターナルアルカディアレジェンドではディレクターを務めてくださいました田中俊太郎さんにお越しいただきました。それではどうぞ。こんにちは、失礼いたします。こんにちは、ようこそお越しくださいました。いや、達也さんレベルアップしましたね。いや、ちょっともう嬉しいですよね前回はね、ドラクエ3で、はい、こうファン同士で語ったのを、今回は作ったお二方にいらしていただけると、ご本家が来ていただいてもう嬉しいですね。呼んでいただいて嬉しいですよね。本当嬉しいです。本当ですか。はい、じゃあまずは改めて、ご視聴いただいている皆さんにご挨拶をいただきたいと思います。ではまず児玉さんからお願いします。はい、こんにちは、セガゲームスの児玉理恵子です。エターナルアルカディアではプロデューサーの方を担当させていただきました。先ほどご紹介ありましたけども、GBS アワードの方を受賞させていただいてとてもありがたかったのです。おめでとうございます。おめでとうございます。はいね、いろんなタイトルにも、今まで携わっていらっしゃいますよね。先ほど好きだとおっしゃっていただきましたファンタジースターシリーズ、初期の、タイトルですけども、そこのファンタジースターシリーズでありますとか、その他にマジックナイトレイヤーズというクランプさん原作の、ゲーム RPG、アクション RPG ですね、こちらを作らさせていただいて、で、直近で一番近いところの RPG だとセブンスドラゴンシリーズというのを担当しておりました。やっぱ RPG が多いんですかね。そうですね、 RPG は多いですね。で、一作作るとやっぱり何年かかかるので、特に後半のハードのスペックが高くなってくると長い期間作ることもあるので、そこでやっぱり、本数的にも RPG を作ってまた RPG を作ってっていうのを随分繰り返してきますね。で、今はセガゲームスシリーズでレトロタイトルの復刻版というのを作っております。はい、本当にたくさんのタイトルに携わられてきたので、今回の受賞となったんじゃないかなと思うんですけど、どんな気持ちですか？いやすごくありがたいというのと、本当にまずゲームを好きだっていうふうに、このセガのゲーム好きですって言ってくださった方がいらっしゃってからの
賞をいただいたことですし、また一人じゃゲームってやっぱり作れないので、スタッフの皆さんに協力してもらってであるとか、スタッフと一緒に作ってきて今があるという数々の作品もそうなんですけども、それで受賞させていただいて、私がちょっと他の今まで作ってきたタイトルのスタッフの中を代表したっていうような気持ちで受賞させていただきました。どういう感じで声がかけられるの？突然メールが来るんですか？私の場合は突然アメリカのセガオブアメリカという支社じゃあアメリカ経由で。そうですね、そこから来ましたね。驚きますよね。驚きますね。いやでも当然じゃないですか。当然だと思いますけどね。いやでも本当に嬉しいですよね。私たちも一ファンとして嬉しいです。ありがとうございます。さっきもねちょっと過去の日本人受賞者の話をしたと思うんですけど、同じ当時はセガにいた鈴木優さんそうですね、もらってて、やっぱ頃のセガのクリエイター、児玉さんもそうだと思うんですが、すごい海外でやっぱりリスペクトされてる感じなんですかね。そうですね、なんかそう思っていただけるとありがたいなと思いますね。でも本当に日本の取材もありますけども、やはりセガゲームス違いますね、セガエイジスの取材とかでも海外の方の取材っていうのは非常に多くて、多いですね。やはり今までここ、半年間ぐらいずっとリリースを何本かしてるんですけども、その度にいろいろお声掛けいただいて取材でありますとか、ちょっとしたウェブ動画のようなものに出演させていただいたりとかもしています。やっぱりセガさんがハードメーカーだった時代のゲームっていうのが、特に当時セガのハードを持ってた方がすごいやっぱ覚えてるんでしょうね。僕もその一人ですけどこれを受賞をきっかけにさらにもっともっと広がってほしいですよね。はい、では続いて田中さんもお願いします。皆さん、こんにちは、セガゲームスの田中と申します。今日はね、僕の青春の一本というか青春と言われるとあれですけど、セガに入って初めて世界観とかからゼロから作った、タイトルエターナルアルカディアのことを話せる機会いただいたということで、非常に楽しみにしております。当時失礼ですが、おいくつぐらいの時なんですか？今、20代後半か30ぐらいですかね。入って1本作った後に桜大戦1と2を作ってたんですよ。でその後にこのタイトルをやることになって、桜大戦レッドカンパニー広尾さんとかがもう世界観作られているタイトルで、やっぱそういう仕事をしたいみたいなことをアピールしてそれでこのエターナルアルカディアに参加する機会がもらえたっていう感じですね。最初からいらしたわけじゃないってことなんですね、エターナルアルカディア。そうです。後でおいおいその辺も語っていければと思うんですけど、桜大戦もちょっとどんどん聞いていくんですけどすごい聞きたいことは僕もすごいめったにない機会ですので、当時桜大戦とかエターナルアルカディア作ってたところでオーバーワークスって言われてたじゃないですか。オーバーワークスはまだでも後ですかね。桜大戦はまだセガの3ぐらいの時はオーバーワークスになってます。そうですね、まだ時は分社する前でセガのコンシューマーの部署で桜大戦作ってましたよね。オーバーワークスってセガの子会社という位置づけだったんですか？そうですね、開発スタジオがいくつかに分かれて、別々の分社っていう形でスタジオに、ソニックチームとかヒットメーカーとかいろんな会社生まれましたけど、桜大戦とかを作ってた会社オーバーワークスっていう形で、それが今ではまたセガ社内に戻ってっていうの感じなんですか？今また分かれてまた戻ってみたいな、もうセガもそういういろんなドタバタしたりしてますけど、なるほど。ファンになるといろいろね聞きたいことがあってだって田中さんはそのままつながってやっぱその戦場のバルキリアの作りになってるんですよね。その後戦場のバルキリアとか、あれも大体もちろんね人数の出入りはあるんでしょうか？同じそのオーバーワークスのチームっていう感じ。そうですね、出入りありますけど、コアメンバーとかは割とその時のアルカディアのメンバーとかも結構いて、そういうこともあってね、バルキリアにアルカディアのキャラクターなんかも出てきたりしたんですけど、その話もまた後でぜひ。ありがとうございます。じゃあお二人今日は本当に多分いろいろ聞かせていただくと思いますけど、よろしくお願いします。楽しみにしてます。よろしく時間は気にしないでどんどん消えていきます。ではですね、今日のテーマタイトルエターナルアルカディア
こちらは2000年10月5日にドリームキャスト用ソフトとして発売された王道の RPG なんですね。で、番組を今ご覧いただいている皆さんの中には当時空賊として世界を巡った方もいらっしゃるかもしれないしもう言わずにいられないですよね、はい、そして、実はまだやったことがないという方もいらっしゃると思います。そんな方にも分かりやすくなるべく説明していきたいと思いますので、どちらの皆さんも楽しんでください。では今日初めて知ったという方のためにファン代表倉部さん、エターナルアルカディアはどんなゲームか簡単に教えてください。僕ですか？はい、開発者いますよ。それはもちろん僕らが言うとね、なんかこう手前味噌みたいになっちゃいますから、ちょっと緊張しますね。こう違うよって言われそうでなんかこうプレイした感覚とかも入れてお話しいただける。じゃあ何のゲームなのかって聞かれると、やっぱその冒険心みたいな、さっきも言ったんですけど、大空っていう設定があって、その海が、ない代わりに空があって、そこに島が浮かんで、で船、空を飛ぶ、飛空艇みたいな船でいろんな島に行くわけなんですけれども、主人公が、青の空賊、海賊ならぬ空賊ですよね。要するに、族なんですけれども、青と黒があって、青が基本いい族なんですよね。だからちょっと悪だけどいいやつみたいな主人公たちの旅が描かれるんですけれども、もちろんその RPG なので何かの悪があって、その悪に立ち向かうという物語であるんですけど、それ以上に主人公たちはやっぱり世界が見たいっていうのがすごい強くあって、ただ仕方ないから旅してるんだっていうんじゃなくて、やっぱ彼らは世界が見たいし、そこでどんな不思議があるのかっていうのに対してすごいワクワクしてるから、プレイヤーもすごいワクワクして遊べるっていうのが一つ僕としては気に入った理由なのかなと思ってるんですけれども、でその中で通常のもちろんいろいろとひねりはあるんですけど、通常のバトルがあるとは別に砲撃戦っていってその船同士とか船対クリーチャーで戦うというバトルシステムもあれば、実際に船に乗ってはオープンワールドみたいなフィールドを移動して空を旅していって、いろんな不思議なものとか発見物っていうんですけどがそこにあったりとか、そんな感じのゲームです。どういかがですか？これが主人公のフィギュアですけどね、はい、バイス君、今言ってもらいましたけど、青の空賊って言って割と正義の味方の空賊なんで、海賊とかだと旗が黒いですけど、この青い旗を掲げてるのが、割となんでしょうね、正義の味方って言ったらあれですけど、ロビンフッド的な感じなんですかね。義賊というかそういう空賊ですね。空中なんで海賊じゃなくて空賊なんですよ、主人公バイス君です、結構その大空に島が浮かぶ設定って当時は特にゲームでは聞いたことなかったんですよね、その発想はどこから来たんですか？僕は結構ジブリのアニメとか好きで、ラピュタとか天空の城のラピュタとかやっぱりすごい好きなんですよ。やっぱり冒険、宮崎アニメの中でも一番冒険してるアニメって言ったらラピュタかなと思ったりもするんですけど、あれなんか割とね、ラピュタは空中に浮いてる島ですけど、空での戦いみたいなのが繰り広げられたりして、ちょっとそれにインスパイアされたみたいなところもありますね。なるほど。そこもじゃあその空っていう設定も田中さんが考えられた？そうですね。じゃあ田中さんが入ったタイミングではまだそういう設定がなかった？微妙にありましたね。なるほど。結構その後になると、今こそグランブルファンタジーとかあるんですけど、結構やっぱそういう設定、インディーゲームでオールボーイとかもあったりするんですけど、その空があってそこに島が浮かぶっていうのはエターナルアルカディアが最初にやってゲームの中ではね、ほぼ最初だと思うんですけど、その後結構いろんなゲームで似た設定も直接影響を受けてるかは知らないんですけれども、やっぱりそれがすごい人をワクワクさせるんでしょうね。そう言ってもらえると、ただね、僕もこう呼んでもらっておいてなんですけど、第1回目がドラクエ3だったわけですね。いや、それにそのすごいね大きなタイトルの次にアルカディアなんだっていうのはどうしてなんだろうって、なんか正直ありがたいなと思いつつも、アルカディアとかにそのスポットライトね、僕と児玉さんも最初にお話に出た時正直なんでアルカディアに呼んでくださるんだろうって本当にって思ったわけですよね。だって名作ですからね。2つ理由があって、このさっきね話した通り、この賞をね受賞されたっていうのと、めちゃくちゃ好きなやつが一人編集部にいたっていう。ありがとうございます。本当にもうでもなんかつながっ
ってるんですよね。つながってるところがとか影響を受けたところがあるっていうお話を。そうですね、本当にお話いただいて、1回目のね、放送がそのドラクエ3だったと聞いて、本当にドラゴンクエスト、僕もそのセガに入ったきっかけってその RPG が作りたいみたいなのがすごくあって、で児玉さんもね、もうそれこそ RPG はファンタシースターシリーズとかずっと作られてて、やっていたのでね、でドラクエ3に結構インスパイアされてる内容になってるんですよ。後でちょっといろいろ話せればと思うんですけど、言ってください。でもこのドラクエ3に影響されていると言いましょうか、インスパイアしているというのは、多分今までのインタビューとかでも言ったことないんじゃないかな、今日初めて貴重な情報お話しさせていただけると。もう時効前ですね、他社さんのタイトル出してもいいだろうと思って。影響を受けるの悪いことじゃないですからね。ぜひそこ具体的に聞きたいんですけど、なんかでもそもそもどうやってね、このスタートしたかとか、そこから話した方がいいかもしれないですね。おいおい、じゃあ、そうですよね。じゃあ元々はどんなきっかけから始まったんでしょう。そうですね、元々はオリジナルの RPG を作らないかっていう話が私ではなくて、その前にのプロデューサーが実はいたんですね。でその彼のところに少ないチームの人間が 5,6 人のチームでまずこう設定とか、それからどういうRPG にしようかっていうことを作っていこうよっていうのが、先ほどもちょっと今ドリームキャストなんですけども、このゲームはなんですけどサターンの時代に実は話があって、具体的に言うといつぐらいその話が始まった？もうサターンの終わりだと思います。全然まだ全然ない頃の話です。ない頃だけども、サターンのもう終わりの方の話でしたね。でその時に最初はそのサターンのスペックで作れるゲームということで考えてきたんですけども、途中でドリームキャストっていうハードができるよっていう話になって、だったらドリームキャストの実はローンチに出せれればよかったんでと2年ぐらい経ってますね言われて作り始めたというのが、最初のきっかけですね。ちなみにその時にファンタジースターじゃない理由って何かあったんですか？サターンで出てないですよね。そうですね、っていうかそうですね、まず一番きっかけが私ではなかったというところもあると思うんですよね。私ではなくて、また別なプロデューサーが彼の思うオリジナルの RPG っていうところから始まっているので、私とかがその最初にいたらば、一つの選択肢にあったかもしれないんですけども、それで新しいものを作りたいというところから始まっていますね。そのサターン用からドリームキャスト用に変わるってさらっと聞くとそうなんだって思っちゃいますけどすごい違いますよね。全然違いますね。そうですよね。どれぐらい作ってたんですか？いや、サターンの方はでもそこまでは作ってないですね。まだ絵を描いてやるとか、それから、物語の設定であるとかっていうところまではある程度進んでましたし、そうですね、企画面は進んでましたね。でただ動くものを作ったのは多分もうドリームキャストになってからだと思います。企画だったら応用できますね。そうですね。田中さんはどのあたりから参加されました？ちょうど僕がセガサターンで桜大戦1終わって2終わって、でちょうどそのぐらいがドリームキャストって話が出始めた頃なんですよね。で桜大戦3は皆さんご存知のドリームキャストで、ちょうど作り始めるかっていう、ところだったんですけど、正直言ってもうちょっと桜大戦以外の作りたいなとまた3までやると長くなるのと、さっきもちょろっと言ったんですけどRPG をすごく作りたくてゲーム会社に入ったりとかもあって、しかも当時のやっぱり大作 RPG ってやっぱドラクエとかファイナルファンタジーとかそういうのを僕もずっとプレイして育ってきたんで、RPG を作りたいです今度はっていう風に上司にすごくアピールしたら、今すごくセガサターンでやっていて、正直言うとちょっと煮詰まってる、RPG があるよということで、じゃあそこに入るということになって、それがきっかけで入りました。そうなんですね。でちょうどそれタイミングぐらいからドリームキャストに移行しようということになって、それだったら結構ドリームキャストに作り直せるということは、途中からだけど、ある意味新しくゼロから作れるところもあるから、ぜひぜひやらせてくださいって言ってチーム
入ったっていう、どういう風に煮詰まってたんですか？あまり具体的にはですね思いをなんかね戦闘システムをやっぱり面白く作れるかどうかっていうところと、あとストーリーとか世界観もちょっと行き詰まってるところがあって、そのタイミングでのストーリーとか世界観っていうのはすでにその漠然とはありました。で空賊ではなかったんですけど、空中世界を旅するっていうのはドリームキャストになろうとしてる時にはなんかテーマとしてあったんですよね。っていうのが、まあ、ドリームキャストってセガサターンももちろん 3D のゲームももちろんバーチャファイターとかありましたけど、ドリームキャストってその 3D にものすごく、全然違いますね、はい、表現能力が増えたハードだったので、とにかくドリームキャストのね、機能を余すとこなく作れっていうことで、まあそれを盛り込んだのが実は結構エターナルあれかなと思うんですけど、じゃあ田中さんが入ったことでこう方針がこうまたパッと。そうですね、その時もやっぱ RPG 作りたかったんで、もっとこんな風にしようとか戦闘こんなにしようとか言いまくりましたね。はい、ストーリーも僕に書かせてくれって言ってはい、いろいろ溜まってるものがあるんですよね。やらせてもらいました。じゃあもう情熱の結晶なんですね。そうですね。いやでも本当ね、その倉部さんさっきもおっしゃってたバトルシーンが2つあったりとか、2種類あったりとか、バトルの種類がね、もうキャラクターもそれぞれすごく個性がある。バトルでやっぱりすごい時代、当時は子供だからそんな考えないですけど、今とかもこの番組のためにちょっと予習してプレイすると、この時すでにこんなことやってたんだなと思うことがいろいろとあって、やっぱそのバトルの状況で BGM が変わるとか、あるいはその一応単性なんだけど、その待ってる間とかもこう攻撃したり避けたりしてるじゃないですか、キャラクターたちが。その辺とかが、あとその武器の見た目が反映されたりとか、今では当たり前になってるけど当時はまだ全部記号化されたものだったのが、すごいやっぱりリアルタイムで目に見えるものになってたのが、今思うとやっぱすごいいろいろと画期的でしたね、バトル。まあね 3D のゲームなんで、とにかく世界を立体で作ろうみたいなところをこだわってやってましたね。ちゃんとこう立って上を見上げれば空が突き抜けてるところまであって、下を見ればちゃんと島の下側が見えてみたいな。それで言ってもその今のゲームでは当たり前で、当時はほとんどなかったのが一人称視点に切り替えて世界が見れる。そうですね。それもほぼなかったと思うんです、特に RPG では。すごく覚えているのが、一番最初にそういうデモを作って、そのデモでバイスがこうはしごを登っていくとこね、でなんか一番高いところに行って、で一人の視線に戻ってっていうような、そういうなんかデモを作って、社内のプレゼンテーションですけども、そこでこのゲーム作らせてくださいっていうプレゼンをやった記憶があります。そうなんですね。なんでこれだけ物語とそれからドリームキャストの性能を生かすところがすごく合致したゲームですよっていうことをなんかプレゼンしたような。そのはしごを登ると途中でこう日差しが入ってくるとか、そうですね、夕日の光とか入ってくるとか、細かい演出がいっぱいあって、それがまた本当にここにいるんだっていう気持ちにさせられますよね。なんか割とそういう実際にオープンワールドとまでいかないんですけど、その場にいる感じのところが特にやっぱ海外のね、ユーザーの方とかには評判良かったみたいですね。その世界の中を本当に歩いてるみたいな感じ。結構ドリームキャストはエターナルアルカディアも僕シェンムも大好きなんですけど、やっぱそういう実在感みたいなものをものすごいやっぱセガさんも当時力入れてたんだろうな。そういうね、当時としては画期的だったかもしれないですけど、なかなかハードル高いことにチャレンジしたんで、そうなんですね、アルカディアもシェンムも大変に難航しましたけどね、正直言って、今はそうやってね笑っておっしゃられますけど、僕入って1年ぐらいで終わらせてって言われたので、全然2年ぐらい僕が入ってからかかりましたね、本当に。そうでしたか。まあでもそれだけ作り込むとやっぱりかかっちゃいますよね。でも先ほど小山さんもおっしゃったように、今では当たり前になっているんですよね。その RPG1 本その新しいビジュアルで作るとなると 3,4 年はかかるので、それをもっと早く作ってた時代にそこまでやっぱディテールを詰め込まれてたのがすごいやっぱり時代を先駆けしてたんだろうな。
そうですね、本当に、本当作るの大変だし、今思えばちょっとやりすぎかなっていう思う、もうちょっと後で別なゲームに活かせるようなアイデアも盛り込んじゃってるなっていうようなところとかもやっぱりありますね。いや児玉さんがプロデューサーでよかったです、普通のプロデューサーだって普通のというかプロデューサーだったらもっとこうもう開発費が上がりすぎるからなんとかしろとか多分言うと思うんですけどねいやその当時はでももうちょっと緩かった本当にやりたいことをやらせてもらえたなっていうのはそこまで作り込んでこそのエターナルアルカディアだと思うし、だからこそやっぱずっと忘れられない人がいっぱいいるんだろうなと思いますけどね。いろんな本当に画期的なものがいっぱいいっぱいあったんですけど、例えば、属性が今だと属性ってもう炎とかそういう、元素系が多いですけど、色だったりとか、これってどんなアイデアでなんかここにちょうどキャラクターが、ねいるんですけど、やっぱ6人ぐらいね仲間になるんですけど、これってみんなそれぞれこう得意な属性とかがあったりとか、それなるべくなんか色で、大体バイスも青っぽかったり、このファイナっていうのは白っぽかったりとか、回復系なんですけどね、なんかそのキャラクターを割と色で象徴させるようにしたり、あとこの色っていうのがその世界の断り6つの月っていうか文明が全部色に基づいてたり、そうかキャラの色魔法もその色に基づいてたりとか、割とこの世界の断りっていうか原点にあるところにそういう色とかで、それが魔法にも絡んでるし文明にも絡んでるみたいな、なんか一個軸みたいなのを作りたくて、それでそんなキャラクターの属性得意属性だったりとか、ギガスとかもそうですよね。そうですね、6色で、それもやっぱりドラクエにちょっと影響されたとこもあって出てきましたねそうですか、オーブのことですか。そうです。ドラクエってドラクエ3って割と実際の世界みたいなところ、ジパングみたいなのがあったり、こう新大陸みたいなね、ところがあったりとか旅して玉のねいろんなブルーオーブとか、色の玉を集めますけど、アルカディアも割と世界をモチーフにしたような架空の世界ですけど、ちょっとジパングっぽいとこあったり、ヨーロッパとかアフリカみたいなのがあって、完全なファンタジーではないところの中でそういう古の玉っていうのを集めていく、それが青い玉だったり赤い玉だったりするんですけど、確かにこういうところは、さっきもねジブリのこと言いましたけど、もうインスパイアオマージュ、というところあるかもしれない。でもそうやって聞かないと全くわからない風にもうオリジナルにちゃんと消化されてますよね。まずはその大空に島が浮かぶとか空賊だとかそういうところから目がいくので、あんま僕だって気づいてなかったです今まで。はい、私もドラクエ3なんて全くつながってなかったです。言わなかったですからねそうだったんですね。でも縁がありますね、ドラクエ3からのエターナル。そうです。だから1回目のね放送がそのドラクエ3だったと聞いて、すごいなんか縁を感じました本当ですか。次はエターナルアルカディアに影響を受けた作品あるといいななんか友達を紹介していくみたいな感じね。確かにいろいろ世界のイメージもう本当にすごい。まず最初空域に出た時に感動 しますよね。すごいわー、どこまでも見渡せるなと思って。高中低とあるし、最初はね割とちっちゃい船からスタートしていくんですよね、だんだん自分の船も大きくなってカスタマイズして、今まで行けなかったようなところとかに行けるようになるみたいな、でそのドリームキャストの性能を生かすっていうところで、世界ってもう途中でどっか画面切り替わることなく、もう空中世界、どこまでもまっすぐずっともう本当にオープンワールド、一個の巨大な世界の中をずっと飛んでいけるんですよね、こういうところはすごくこだわって作りましたし、ドリームキャストの性能があって、実現できたところですね。あそこはめっちゃこだわって、あと時間もかかりました作るの。そこはやっぱり今ね20年ぐらい経ってみると、やっぱビジュアルとしては新しいビジュアルで作ったら綺麗だろうなと思ったりもするんだけれども、やっぱディテールはすごい細かくて、やっぱその空っていうのは細かい設定がいろいろとあって、
先ほど言ったようにこの中域区域が高中低とあったりとか、空サンゴがあったりとか、いろんな生物がいたりとか、その辺のやっぱその世界観の設定の細かさっていうのはそこもやっぱそのドラクエ3と似てるというか、ドラクエ3ってそのメインストーリーが面白いっていうよりはそのいろんなところ行くとこ見えてくる世界観の面白さ、ピラミッドとかあってね、そのピラミッドの中探検したりとか、なんかそういう実際に世界のね遺跡とかなんかそういう旅してるみたいな感じ、いや旅をしてる気分にさせてくれるっていうのはやっぱすごいエターナルアカディアの強みだと思ってて、発見物があるじゃないですか、そこの発見物とかを見ていくにしてもどんどんどういう世界なのかっていうのが少しずつ見えてくる面白さありますし、なんかね当時ドリームキャストでソニックアドベンチャーとかも作ってて、ソニックチーム横で作ったんですけど、あれマチュピチュとかがなんか確か出てくるとか、南米とか、だからソニックチーム取材とかって言って南米に行ってるんですよで僕らのゲームね世界いろんなところ行ってるから、僕らもなんか取材行かしてほしいとかを言ってました当時。そうですね、桜大戦3はパリだから舞台が桜チームはパリに取材に行ってるんですよ。僕らだけ行かなかった。戦艦ミカサ横須賀にちょっとレトロな船を取材に行こうってミカサ置いてありますけど横須賀にそこは取材に行きましたね。ちょっと言いながらなんかそのスケールの差にちょっと今思い出してでも私も行かせてくれって言ったんですけど、いやお前たちはファンタジーだろうって言われて、違いますよね。それ言ったらね桜大戦もソニックだね多少はファンタジーですそういえばマチュピチュっていうと発見別でマチュピチュっぽいのもありますね。マチュピチュみたいなとこ行きますし、ピラミッドも行くし、ピラミッド行きますね。取材に行かせて欲しかったですね。砂漠とかね。いや発見物も本当すごい数あって、それもそれぞれがちゃんとその世界のイメージに合うように、例えばここは今気流がこういう風な地域だからそれによって岩が削られてくちばし岩ができたみたいなのとか、本当によくできてて、でもすごい数あるじゃないですか。これってどうやってその発見物って作っていったんですか？大体そのやっぱり実際の世界に似たようなところもあるので、そのジパングというか日本アジアみたいなところとそういうネタをまず使っていこうとなるんですけど、やっぱり限界があるんでネタも出していく。割と企画が当時みんなでネタをもう一人ね何本出せみたいなのじゃないんですけど出し合って、その中からチョイスしていくみたいな、割とみんなであそこからネタを出し合いましたね。それってでも現実世界をベースにしたものが多分主ですけど、全くの空想のものもありますよね。結構ね、そこのバランスも良かった気がしますね。倉部さんなんか覚えてる発見物あります？印象に残ったやつ書きましたけどいっぱいありすぎてわかんのかなみんなやった人思い出すかもしれない。まずじゃあちょっと話したいのが何でしたっけ、その一番こう空の底に行く時があるじゃないですか。何でしょう、大雲海の下に行くところがあるんですけど、そこに発見物がその古代魚と古代の沈没船でしたっけ、があって、その船の形とか魚にエラがあってとかっていうんで、この魚は昔はエラ呼吸をしてたんじゃないかっていうのが分かったりとか、ありましたね。船の方が空気のないところを航行していたという突拍子もない説があるとかって言われてて、じゃあこの世界はみたいな、昔は海だったのかみたいな、やっぱそういうところも含めて、この発見物っていうのはその2位のサブクエスト的なものなんですけど、やっていくと世界に関する知識が膨らまされていって、こういうその古代史みたいな、そのエターナルアルカディアの世界の中のすごい古い歴史もあれば、割とここ100年のその戦争の後もあったりすれば、大体その空想の世界って歴史はあんまり描かれたとしても、本当にその一番古い歴史があって、でもなんかそのエターナルアルカディアっていう世界の中にそれ実際の歴史を基づいてるからなんでしょうけど、古代史もあれば中世もあれば近代もあればっていう感じがしてくるんですよね。それがやっぱ発見物の力で、いろんな歴史があるからこそ本当にこの世界は実在してるんじゃないかっていう気がしてくるんですよね。まあね、プレイしたこともない人もいるかもしれない。発見物がどういうのかっていうと、その空を飛んでるといろんなところに
その町とか他のいろんな船とか以外にもなんか遺跡とか変な生き物とかが いたりするんですよね、そういう場所に来るとちょっとシグナルが出たりもするんですけど、でそれを見つけるとお金がもらえたり、情報として売れるんですよね。すごい新しい世界で初めてなんか見つけた遺跡を見つけたとかってどんどん自分のなんか名声みたいなのが上がっていく、そうでそれがもう世界中にゲームキューバンド100個ぐらいあるんですけど、もうたくさんいろんなところにあって、しかもそれがあんまりヒントがないようなところもあるんですよ、ほとんどノーヒントなところもあったりして、なんでストーリーを進める以外にもその発見物とかっていうのをいろいろ探して空を冒険するみたいなね、そういうことはすごくやりたかったですね。その新しい場所に行って綺麗だなって思うじゃないですか。それって他のゲームでもそうなんですけど、そのなんか得してる感じはしないわけで、なんか綺麗だなだけじゃなくて、そこは自分が発見しただと思わせてくれるところがやっぱり良くて、大体ちょっと変な地形してるところにあるんですよね、だからこう空をこう船で飛んで移動してる時になんか変な形の島があるとかだったらそこに行くと大体見つかるんで、そうするとやっぱり変な地形がないかなとか、あそこの島ちょっと変わった形というかなんかありそうとかってやっぱ気にするじゃないですか、そういうふうになんか世界がねいろいろ、あそこはなんか臭いなみたいな、なんか不思議な形してるから行ってみようみたいな、その世界を救うと同時にやっぱ探検かな、探検してる感じをやりたかったんですよね、ただの、普通でいうとこのフィールド上空域をただ移動するためにそこを通るんじゃなくて、もう常にいろいろ探しながら、もうその移動じゃなくて冒険をしているっていうことになりますよね。もう本当にそういう噂とかを聞いたらば、もうそこの区域をもうなるだけこう密にこうやって動きながら発見物を探そうってしちゃいますからね。ヒントもね、漠然となんか島の出っ張った部分にあるよとかっていう風に言われるんで出っ張った部分ってどこだろうなってこう探し回る、この島とこの島の間で飛んでるらしいとか、そういうなんか渡り鳥みたいなのがいたりして、この島とこの島の間にいるらしいって、そこをうろうろして探すと、そしてその間に何度もバトルに巻き込まれるもう敵出てこなくていいよって思っちゃいますね。私がプレイする時とかって一番最初の時なので、まだこう調整前なのでセッティングしましたよっていう段階なんですよ。なんでものすごいちっちゃいんですよ本当に。このお部屋の中の1センチぐらいのポイントしかないところにここに当たれっていうのは無理だって話をして言われましたね。何をやっても見つからないんですけどって言ったら、やっぱ見つかりづらくしたかったっていう。そう中にはもう本当に難しいのありますよね、でもそういうのは見つけるとすごく高額っていうか報酬もたくさんもらえるんですよね。それで覚えてるのが風船花風船の形をした花があって、それが一つの発見物なんですけど、それとは別の発見物で渡り蝶ってあるんですよ。難しい。渡り蝶は風船花をめがけて旅してるんですよ、なのでそこつながってるっていう面白さがまず不思議な花だなで終わらないんですよ、それをちゃんと目指してる鳥がいるわけで、で実際にリアルタイムで旅してるんですよね、その鳥って。そうです、往復してるんです。そう往復してて、だから一番いいのはあるそこのポイントで待ってる場所自分も一緒に動いちゃダメだってなんかその説明文でこう旅してるって言われるだけじゃそうなんだってなるんだけど、リアルタイムで実際にちょっと目指してるっていうのを見られるっていうのがやっぱすごい面白いですよ。なんか一個もう一番難しいっていうのが月食ってあるじゃないですか。月がありましたね、空の一箇所だけその月食が見られる場所があるんです。そこに行くと本当に空が暗くなるんですね。でこれは本当にノーヒントで、だからもうそれ探す人は辺りが暗くなるところをこうしらみつぶしに探すみたいな、あれが一番多分難しかったと思うんですよね。いやでもね、当時のユーザーさんが当時セガにまだ掲示板があったんで、その月食ポイントはどこなんだってめっちゃそこで話したりしたのを覚えてましたね。でもやっぱ見つけるんですよね、すごい。で大体この辺りっていう、だからその当時はまだこう SNS とかねそういうのもなかったんですけど、その限られた手段の中で皆さんがね情報交換したりしてるのが、
動画で追っかけるわけもないもんな、すごく楽しんでもらってるなっていうのは嬉しかそれがったですね楽しいですしね。もう今だとねもうウィキとかがすぐできてここっていうふうにもうすぐにスクリーンショットとか載っちゃうんでしょうけど、でもなかなか多分ねそのノーヒントとなると、そのネットの人が気づくまでもちょっと時間がかかったりするんですよね。一応ねリストには載ってるんで、その月食ポイントってのはあるらしいけど、それがどこかわからないっていうね。今人ユーザーさんだともう超不親切だってめっちゃ怒られるかもしれない今考えてみると。でも任意ですからね、そのメインクエストが分かりやすければ、基本そのサイドクエストは難しくしてもいいとは思うんですけどね。いやね、もうなんか本当にもうその発見物だけでも一つのゲームができちゃうぐらい面白かったですよね。達成さんはなんかあります？なんかこれ私ですね、もうすごい笑ったので印象的だったんですけど、村とかも見つけられるわけですよね。でモンテスネスの村っていうのを、緑の大陸かな、辺りにあったんですけど、アマゾネスみたいな。そうですね、女性だけで構成されてる村なんですって。でその説明書があるんですよ。発見するとそこに見つけましたよって言って、その何を見つけたかの説明が書いてあるんですけど、そこでその女だけで構成されている村なんですと書いてあって、で春と秋に男の人をさらう旅に出るみたいな狩りにさらいに行くんですよね。狩りに行ってで、という話があって、それによって男だけで構成されているモ族は絶滅の危機にって書いてあるんですよ。ね、種族がねモ族と思って、その族しか狩らないんですか、その人たちね。どうなんでしょうね。もう狩られたいぐらいですけど、そんなハーレムみたいな。そうですね。面白くてもうすごい忘れられないなと思って。結構でもやっぱりモンテスネスっていうのはやっぱり話題にもなったので、エターナルガレってそのドリームキャスト版がねまず最初に出て、その後ゲームキューブ版のエターナルアルカディアレジェンドっていうのが、ちょっとプラスアルファ版みたいなのが出たんですけど、実はそのゲームエターナルアルカディアレジェンドにそのモンテスネスのキャラクターっていうの追加キャラクターで出てきたんです。出るんですか？モンテスネスの僕レジェンドやらなかったですよ。3人娘っていう、もう3人娘が出るんですか？で本当にさっき言ったように男を狩る春と秋にバイスも狩られそうになる、お尋ね者そう、なのでそういうお尋ね者が男を刈り取ってる3人娘がいるんで捕まえてこいっていう、ゲーム級レジェンドでいろんなそういうウォンテッドって言ってお尋ね者が増えてるんですよね。でそれをいろんなところ探して見つけて対峙する、言うならキャラクターの発見物みたいな、でそれでモンテスネスの3人娘っていうのがその時出てきました。バイスの悪い版みたいな偽物とかも出てきました、あれはそのウォンテッドの中から、そうです。主人公バイスって言うんですけど、ウに点々のバなんですけど、その偽物はハに点々のバイスで、このねヒロインがアイカなんですけど、確かアニタっていう名前だったんですよ。でファイナがフィーナとかなかなかちょっとね偽物臭い名前のやつがで、その服の色もちょっと青じゃないんですよね。主人公たちはね割と正義のキャラクターなんですけど、偽物が悪さばっかりして荒らし回ってるから評判悪くなってるんで、見つけてこいみたいな。評判でいうと男気ありましたね。そうですね。なんか発見物とかを見つけてすると上がっていく。発見物でも上がるんですか？バトルで上がるのは逃げると下がるんですよね。バトルで選択肢とかでも上がったりさ、いろいろやりましたね。本当にやってますね。もうなんか今おとけコピーとかすごい忘れてたけど一瞬で思い出しました。会話を選ぶ2択があって、どっちにしようこっちって言ってチラリラリラリンって言うと上がった時あの辺は桜大戦の影響ですね。なんか桜大戦も選択肢でキャラクターの好感度とかやっぱり上がったり、この男気ってその称号が変わったりするんですけど、一部のそのクルーはやっぱその称号が上がってないとクルーの説明はしてないんですけれども、なんかその男気がどういうふうにそのゲームに影響を与えてるんですか？これ疲れたけど正直忘れましたね。男気がクルーの条件とかにはなってますね。
でもそれを除けばとかには多分影響してなかったと思うんですけど、基本なんか名誉みたいな感じ。まあそうです多分ね。やっぱりね海賊とかってちょっと二つ名で呼ばれたりするじゃないですか。そういうのをちょっと中二病っぽくなんかそういうあだ名で呼ばれたいなみたいなのをなんか実現したかったなっていう。なるほど。特技忘れましたね。いろいろやってるね。いやいや、それでもいろいろとね、こう質問に答えてもらえるから嬉しいですね。めったに聞けない話ですからね、やってない人に大丈夫かな、通じるかなと思うんですけど、そうですよね。もうでもコアなね、見てる人のほとんどはコアなファン。もうどうせなら今日は、そういう話をさせてもらえれば、とにかくやり込み要素がいっぱいあるっていうことを皆さんに分かってもらって簡単に言うとそういうことです。いつか必ずプレイをしていただきたいなと思います。さあ、そしてですね、今日はもうご覧いただければ分かるとおり、本当にいろんな資料やグッズを持ってきていただいてるんですけど、海外版とかのパッケージとかもあったりして、ね、ここにファイナちゃんのプライズもありますね。かわいい。でっかいのが限定版。これ限定版。はい、こちらが限定版で、先ほどのこちらがこれがね限定版に入ってるビジュアルブックで、他にもね、なんでしたっけ、ちっちゃいなんかキュピルとかキーホルダーとか確か入ってる、入ってたり、バンダナとキーホルダーとバンダナとかバンダナですね。あとは海外だとスカイズ・オブ・アルカディアっていうタイトルなんですけど、そうアメリカ版ヨーロッパ版とか、そうなんですよね。倉部さんはリアルタイムはオランダでプレイこいつですね。されたわけですね。これでパル版で最初スカイズ・オブ・アルカディアやりましたね。で、10年ぐらい前にもう一回日本版でやってます。そうそう。でその後にこのゲームキューブ版レジェンドですね。レジェンドが出ましたね。倉部さん、当時ってどんな様子でした？エターナルアルカディアは。申し訳ない話ですけど、友達に借りました。最初はプロデューサーどうします？売り上げに貢献してない。さっき中学生ぐらいだと聞いてしまったので、その後好きで買った。ありがとうございます。買ったんですけど、また申し訳ない話になるんですけど、僕の当時の高校とか中学校か。ドリームキャストを持ってる人が僕以外に一人だった。そうですか。でその人がお前ドリームキャスト持ってるならこれをやらない手はないよって言って貸してくれて、で、先ほど言ったようにその RPG のR の字もわからない時代だったので、いろいろ驚きながら感動しながらプレイしてって、俺もやりたいからそろそろ返せよって言われて自分で買ったんですけど、ちゃんと最終的には、で当時はもうその日本の RPG っていうのが FF7 とかあたりから、かなり欧米で流行り出した時期でもあったので、その日本の RPG とか今で言うとその JRPG とか言うじゃないですか。当時は RPG といえば JRPG みたいな時代だったんですよね。なので、その一番やっぱその定番が FF7 だったので、中二病というかやっぱちょっと格好つけてる感じの主人公でちょっと暗い世界観でSF だとかスチームパンクだとか、で僕はあんまりそれが合わなかったんですよ。それはそれですごいやっぱ魅力的な世界観だと思うんですけど、僕はもう少しなんていうんですかね、こう明るい世界観みたいなものに惹かれるタイプなので、そういう意味ではエターナルアルカディアがそれと対照的なところもあったのかなと思うんですよね。主人公も割と正義の味方だし、とはいえ一応空賊ではいるのでちょっとなんていうんですかね、こうちょっとクールな感じでもあるんですけれども、やっぱり冒険したいとかワクワクして冒険を楽しんでる感じの主人公なので、でそのヒロインたちの愛花とかもいわゆるその美女で、すごい濃い化粧をしててとかじゃなくて、どっちかというとこう学校で隣にいそうな感じの元気な少女なんですよね。この愛花がカエルみたいにべしょって潰れるシーンとかもありますよね。電車からね飛び降りて、確かにこう気取った感じはないですね。気取った感じがないんですよね。全体的に気取った感じがない作品だと思うんですよ。エターナルアルカディア。愛花とファイナル、2人ヒロインいますね。でよくね2人ヒロインがいるんでどっちと最後くっつくんだとかどっちを選ぶんだとかってよく言われたりしたんですけど、作ってる途中もなんでしょうね、
空賊だし、男気があるやつだからなんかどっちかに選ぶとかじゃなくてもう両方と一緒に仲良くなっていいじゃんっていうことを割と言いたくて、だから最後どっちかと選んでその子と仲良くなるんじゃなくて2人と一緒に新しい、ね、新天地に旅立っていくんですね、エンディングなんかやっぱりその仲間っていう感じがまずするんですよね、そのね、この3恋愛の対象というよりも、2人ヒロインいるけどなんかどっちか取るとかじゃなくてこの3人セットがいいっていうように遊んだ人に思ってもらえるといいなと思って、でそれはすごく遊んだ方には言ってもらえてるんですよ。この2人この3人がやっぱりセットなのがいいって、女の子2人でもいいじゃんっていうところはすごく遊んでくださった方もね言ってくれたので、そこは良かったですね。いやいいと思います、やっぱりクールな主人公とちょっとおてんばな娘ともう少し控えめな女性っていうコンビネーションがいいですよね、バランスもいいですよね、でそこにまた他の仲間キャラクターも加わりっていう感じですよね。ところで倉部さん、はい、当時の資料ってちょっと見たいなと思いません？いやそれは見たいんですけど 見ていいものなんですか？もう発掘してきましたね。本当ですか？そうなんですね、発見物がいっぱいあったみたいで子供さんがさすがによく撮っといてくださいました、まあ本当に貴重な資料なんですが、なんと持ってきていただけたということで、せっかくなのでお見せいただけますでしょうか？ありがとうございます。どれいきます？キャラクターのこれとかいいんじゃないですか。わーすごい。でもこれをね、書いたのってどれぐらいの段階なんですか？これは僕がシナリオとかキャラクターをある程度書いて、結構固まった時、固まってからですね、はい、イラストレーターの星月さんに書いていただいて、結構今のキャラクターデザインそのまんまというか、もうかなり固まってる感じですね。そうですね。これとかだとそのゲーム中に出てきたイラストではなくて、星先生がなんでしょう、ファックスのやり取りをしてるんですよ。その時にちょっといたずら書きで書いてくれたりとか、なんかそういうのも多いですね。ほんとちょこっとしたこういう自然なバイスのこう姿であるとか、アイカのこう普段の日常の姿とかも書いていただいたので、むしろそのゲーム作ってる側の方がそこからこうインスパイアされていくものがあったりとかして、非常に助かりましたよね。一方通行じゃなくてこう双方向にアイディアを出し合ってる感じがいいですね。もうそんなものまで全部こう取っておいて、星さんにはちょっと申し訳ない。すごい懐かしいです。このファックスを送った感じ。こうでしたよね。このアイカの髪型ってなぜこうなったんですか？なんか理由あるんですか？なんかちょっとおてんばな感じをちょっと出したかったっていうのがあるんですよね。なんか三つ編みみたいなのは割と最初からイメージあったんですけど、まあちょっとなんかシルエットで特徴を出したいな、こんな髪型だったらね、シルエットだけでもアイカってわかるかな。これとかもこれなんです星さん、これねギルダーっていうキャラクターがつけてる買ってるオウムですね。ウィリーですね。そう、ウィリーもね可愛くってこんにちはって来た後にギョエーって言ったんですよね。当時のうちのマップ描いてた女のデザイナーの口調を真似してるんです。そうなんですか。自分のことアッシって言うんですけど、そのね女のデザイナーの女性ですよ。女性なのにアッシって言うんで、すげえ面白いなこいつと思って。もうアッシっていうキャラクターを作ろうと思って、それで真似して作ったんです。はい。それではそうそれもね言うんです。そういう口調だったんです。実在してるんですね。はい。帰るときはそれではとかって帰る。あれ面白いなと思って。その方は知ってるんですか、自分で？はい。使わせてもらうわ。面白いな。これはこいつはしつこかったな。エルモっていうこうね、よく出てきますね。いろんな世界各地に出没する。スライムみたいって言うとあれですけど、いろんな種族。なんか回復したりする吸収、HP 吸収とか仲間を呼ぶとかのこれそのラフですね。これいろんなデザイナーがそのエルモっていうキャラクターをちょっと作ろうって時にこうみんなでネタを持ち寄ったりした。こんな
こんなバージョンもあったよ。最終的にゲームに入らなかったボスバージョンですね。これもコンペみたいな感じでみんなでアイデアを寄せ合ってデザイナーの人たちがいろいろ書いてくれましたね。採用された方だけはなんかこう憎しみがあるんですよ。それが可愛いなとか思ったりするんですけど。すごい。これは貴重ですね。一番すごい説明文章が長いやつってなんかかなり凝ったデザインになってますね。書いてありますね。一応ちゃんと設定が。ここまですごいディテールの細かいモンスター多分。当時のドリームキャストでも難しかったんでしょうね。壺のデザインを地域によって変える。面白いかも。確かに面白い。エルモっていうキャラクターがこうね、実際に虫とか鳥も地方に行くとちょっと大きくなったりとかねするじゃないですか。なので同じ生き物を地域によって変えると違う国に来た感じが出るかもなっていう。最終的にはちょっと色が変わってるんですよ。色が変わったりしてますね。イカみたいのが左にいますね。どの地域だろう。かわいい。デザインはね、これねキュピルですね。キュピルだ。ファイナが連れている。このキュピルもまた可愛くって。やっぱこう強化できるのがいいですよね。でさっきね最初にドリームキャストのね機能を使えっていうのありましたけど、ドリームキャストってあそこにビジュアルメモリっていうのをコントローラーに挿して、それを外してもゲームできるとか、コントローラーにこの液晶の画面がついてるんですよ。でそこにいろんなゲーム中のガイドとか出るんですけど、その機能を絶対使えって言われたんです。そうなんですね。ドリームキャストのゲームを作るには当然そのビジュアルメモリをちゃんと使わないとダメ。セガが作るゲームなんだから。なのでそのキュピルの餌を探すっていうのがあって、それはこのコントローラーのビジュアルメモリの中にこうヒントが出るんですよね。ビビビビって、あとそこで食べさせたりすることができるみたいな。あれなんか食べさせるのに取り出す必要あるんでしたっけ？なんかその十字ボタンとかボタンある。はい、確か取り外しても取り外さなくてもできたよ。できたんですよ。取り外すと確かピンタっていうキャラクターのなんか探検とかもできたりとかね、そういうゲームができるようになってました。なんか僕のドリームキャスト古くてコントローラーとかもずっとBR のメモリカードが何十年も挿してるんですよ。取り外せなくなっちゃう。ハマってね。ハマってて、これちょっと食べさせたいんだけどと思って取れないんですよね。あんまり外さないですからね。外さない。じゃあそれをね外して持ち運んで外でもゲームできるっていうのがドリームキャストの売りの機能だったんですよ。そうでしたね。なんかねモデムがついてるとかっていうのがよく言われますけど、そういう機能もありましたね。そうですね。チャムをあげるんですよね。そうですね。あれペリグリチャムっていうのがありましたよね。ちょっと商標的に大丈夫なのかって思いますけど。いやでも私今だったらチャムチュールかなって思ってました。それをねこれも世界各地に落ちてるのを探す。あれを探すの大変でしたね。なんかでもキュピルは本当にあれですね、マスコットとしてとってもいいですよね。で最後はこのデザインをしてくれた人が造形も作ってですね、なんかキュピルの、ありましたね、 3D の造形を本当にフィギュアじゃないですけど一体化してですね。で何かの時にユーザーさんにしてないんですよ。一体だけ作ってそれをユーザーさんになんかプレゼントしたかなんかしたんじゃないかなと。ありましたね。すごいコアファンの方とか。そうですね。一体だけか、それはすごい貴重ですね。もうバイスもすごい少ないみたいですね。なんかネットで調べたんですけど。このフィギュアですか。これ海外でね売られてるんで、日本だと多分買えなくて、僕もそのね開発者だったのでいただいたんですけど。すごいよくできてますよね。それを監修とかされたんですか。そうですね。監修をキャラクターデザイナーの社内の方なんですけども、そちらでクルーのキャラクターとかをデザインしていた人の方にお願いして、バイスの3D のモデルを作っていたので、それから星さんのイラストを起こすということでやっていただいて見ていただきましたね。なのですごく細かいところまでなかなかその海外の
ところでこの日本人のデザイナーのそのイラストを起こすというのはあんまりないと思うんですよね。なんですけど本当に細かいところまで対応していただいて、旗もねちゃんと作っていただきました。旗もちょっとこう曲がってるからこう風を感じるというか、ちゃんとこうね、これもしまっすぐになってたらちょっと作り物って感じがする。そのカトラスのところはね刃が透明になっていてとかそういうところとか、はいはいはい、そうですね。ブーツの本当にこの留め金までこういう形ですとまで指定して作ってもらいました。この刃が透明なんですよね。これもね結構あえてっていうかドリームキャストの機能でその半透明機能っていうのが入って今だとね当たり前ですけどちょっと透けて見えるっていうのが割とやりやすくなったんですよ。なんか半透明のものをゲームの中でなるべく使おうっていうのは結構テーマとしてあったんです。だから武器とかがこう半透明になったり、このキュピルもちょっとねこれだと分かりづらいんですけど、なんていうんですか、ジュラルミンみたいなっていうかね、そういう質感なんですよ。ちょっと今で言うと環境マッピングみたいな映り込んでるみたいな、これもそのドリームキャストでできるようになったんで、ちょっとそういう金属っぽい質感のものを出そうっていうことで、このキュールってちょっと金属っぽい質感してるんですね。そうですね。だからね最初にドリームキャストの機能を使おうってそういうところまでもいっぱい半透明のものをなるべく使おうとか。半透明は本当にメガドライブとかですね、サターンとかではなかなかセガのデザイナーとしては使えない機能だったので、処理が重くなるんです。セガサターンはソニーさんのものにはあったのに私たちのところにはないとか、任天堂にはあったのにないとか。セガサターンはねそこが弱かったんです。半透明機能なのでこれちょっとばかりにやっぱそのクリエイターとしても使いたいってやっぱり気持ちがあったので、半透明機能とかこのちょっとねなんかこのバイスのこのバックルの金属の部分とかすごくよく見ると金属っぽくテヤテヤしてるんですちょっとこれはね目立ちづらいですけど、ちゃんと金属の質感を再現してたりするんですよね。すごいですね。確かにキュピルがすごい分かりやすいです。本当に金属っぽいものが、ね、そういうところもやっぱりドリームキャストの良さっていうかね、性能を結構使ってやってました。本当にフル活用されたタイトルだったんですね。はい、ちなみに他にも何か資料があったりしますか？そうですね、ちょっとじゃあごめんなさい、そうなっちゃいます。これは貴重ですよ。お、なんでしょうだってもう手書きっていうか、よいしょ。手書きです。皆さんこれがですね、どうぞ。これはオープニングっていうか、ゲーム起動するとオープニングのデモ映像っていうのがこう世界観を紹介する映像あるんですけど、それのコンテですね。僕これ今回ので十何年ぶりに見ましたね。ね、その演出の意図であるとか、シーンがアイカがこう地図持ってそれがピューっていう風に飛ばされてバイスがキャッチするという、そういうのって最初は全部手書きでやるんですね。そうなんです。当時はまだそんなね、3D のプレミアとかアフターエフェクトとかそういうツールなかったので、こういうのをまず作ってそれにモーションをつけていくみたいな、本当に手付けでやっていましたね。アニメの制作と本当に一緒です。一緒なんですね。イベントシーンに関して。今はねこういう 3D のシーンを作るのがだいぶ楽になりましたけど、そうですね。僕らとしてもこの時初めてやったぐらいですよね、3D のキャラクターに演技をさせるっていう、なのでやっぱりこういうまずコンテを作って、でこれがねモーションキャプチャーをしてないんですよ、アルカディアって全部手付けで全部手付けなんですよやっぱりモーションキャプチャーしてしまうと人間の動きになってしまうので、ちょっと極端に見栄を切るとか極端にジャンプしてのけぞるとかっていうのはやっぱりできなかったので、コミカルな動きをするリアリティ路線のゲームじゃないですからね。そうなんですよね。それを入れるためにもちょっとこの、いわゆる日本のアニメーションの世界のキャラクターの動かし方っていうのを、3D でやりましょうっていうとにしていたので、どうしても手付けに、さっきね言ったようにずっこけたりとかね、そういうシーンがあったりするときに、やっぱちょっとベタッとね、あえてなんか潰れたみたいなこけ方をしたりとか、そういうのはやっぱりモーションキャプチャーとかでなかなかできなくて、
やっぱそういう意味でも少年漫画アニメとかの王道的なそうですね、ちょっと動きとか世界観ですもんね。やってましたね。すごい本当に残っていて、いやよくこれはありましたね本当に、紙で残ってるっていうのがやっぱりらしいなって。書いたのがどうなったんだろう、児玉さんですか。いえという演出のねメンバーが何人かいまして、手分けして組んで。そうですね、これとか見るとやっぱり絵がいろいろバラバラなので、何人かでやはり集まってここからこのまでの尺何秒あるので、ここのシーンを割って描いてっていうのを頼んで、多分集まって描いてるんじゃないかなと思いますね。そうですね。全く知らないので、こうやってできてるんだって感動しますね。あの時代も結構ね 3D の時代が始まってるので、もう全部パソコンでやってるんだろうなと思ってたんですけど、まあ、結構やっぱまずは紙で演出のね方向性を固めてみたいな形でやってました。こういう動きをさせるってなってコンテで書いて、よしじゃあこういう動きをするんだな、じゃあそれのモーションを作るんだとか、でそれをスクリプトっていう形で入力してくる。これがそのオープニングなわけじゃないですか、それ以外のカットシーンも全部そうやってやってる。やってます。すごい。あのゲームだってクリアするまで下手したら100時間ぐらいかかりますよ。なんかやり込んでいくとねそれ全部そうやって書いてるって。そうですよ。これぐらいの厚みのあるファイルに、A から何パートまでありますか？ L パートまで、A から L までのパートがこんな分厚い。書いて、その中でこういうイベントを作るシーンをどれぐらい残ってるんですか？いやありますけど、こんな感じあります。あります。でも持ってこれなかったですけど、それはさすがに。この間弊社引っ越しをしたんですけど、その時に発掘されてですね、見たら開いたら段ボール開いたら本当に発掘ですよ。全部揃ってます。古文書が出てきたな。発見物ですね。発見物ですね。これもその一部ですね。コンパスがくる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 ってなったんですね。引っ越す前に聞いてればもう少し探し出しづらかったのかもしれないってことですよね。そうですね。下手するとね、いいタイミングでしたね。やっぱりこのタイミングだったんですね。いやありがとうございます。すごい貴重なものを見せていただいちゃいましたね。さあそして今絵コンテの中にもいろいろなキャラクター出てきてましたけれども、キャラクターもね本当に倉部さんはどのキャラクターが？僕ドラクマが好きなんですよね。ドラクマの物語というか、言っちゃっていいんですかね、その辺。もう散々言ってる、もう今日は見てる人はやってる人だと思います。まだ知りたくないと30秒ぐらいスキップしてもらってもうちょっとあるかもしれない。まあやっぱりそのリトルジャックという船で旅してて、モービスというクジラみたいなモンスターを追っかけてて、なぜ追っかけてるのかは最初はよくわからないんだけれども、ある日夜そのモービスを待ってると主人公バイス、その小僧って呼んでるんですけど、でバイスはおっさんっていうなんか変に仲がいいけどちょっと距離がある感じがあるんですけど、そこで初めてなぜ追っかけてるのか話してくれるわけですけど、自分の子供とその当時の仲間が全部モービスに食われてしまったことが発覚して、その子供の名前がジャックだったんですよね。だから船の名前がリトルジャックで、ドラッグマは一人で孤独な旅をしてずっとその償いを果たそうとしてて、でなんていうんですかね、その頑固な親父だけど実はいいやつみたいな感じが結構このエターナルアカディアのかっこいいおっさんたちが結構描かれるんですよね。なんか他にもグレゴリオでしたっけ、G とエンディクが呼んでるんですけど、なんかそういう頑固だけど正義感のあるおじさんで、しかもその結局モービスを捕まえそうになった時に彼だけ逃げないんですよね。で結局モービスがねぐらにしてるところについてって、そこでモービスをずっと見守ってたみたいな、こいつも実は犠牲者だったんだみたいなことが少し分かって、なんかそれで彼もまたそのただの復讐じゃなくて一つ成長している物語が描かれてて、やっぱあとそのRPG でその面白い人間関係の描き方ってその仲間の加入と離脱で描かれると思うんですけど、ドラッグマンは何度も離脱したり戻ってきたりする中で、おっさん久しぶりだって気持ちにこっちもなるので、そういう意味ではすごいキャラクターもいいんですけど、その登場の仕方もちょうど困ってる時に助けてくれたりとかするし、
で置いてかれたかと思うと結構ピンチのところに出てくるし、っていうのがやっぱりいいバランスだったのかなと思いますね。アルカディアの世界観とかキャラクターって大航海時代でね、帆船で世界を旅していくっていう世界なんですけど、キャラクターとかエピソードもなるべくそういういろんなネタから持ってきてて、今言われたそのドラクマっていうのはその白芸っていうね小説があって、メルビルっていう作家の、白芸白いクジラを追いかけるエイハブ船長っていうのが、頑固な船長がいるんですけど、それを結構モチーフにしてるんですよね。というような話だったりとか、他のもロビンソンっていうキャラクターもいたりするんですよ。漂流してるいますね、漂流記みたいな。あとやっぱりね、そういう大航海時代ものだと無人島に漂流しちゃうみたいな話もよくあったりして、じゃあそういうのも取り入れようみたいな、なんかみんながこうなんとなくいろいろ知ってるようなその船とかでの冒険物語っていうのをなんかいっぱい詰め込んだんですよね。やっぱりだから、いっぱい詰め込むゲームって大体めちゃくちゃになるんですけど、ベースがはっきりとテーマがしっかりしてるから大丈夫なんですよね。やっぱその大航海とか、それが空になってはいるんだけれども、その我々が海の大航海で知ってる要素をこう空に詰め込んだらどうなるのかっていうのがやっぱあるので、いろいろ詰め込んでもやっぱテーマがしっかりしてて、それが世界観を形作ってるので。なんとなくみんながね聞いたりしてるような、サルガッソっていうなんかすごく超えるのが難しい場所もあるんですけど、なんかもうサルガッソとか言われるともうなんかすでにもうなんか大変そうな場所っていうイメージとかって湧いてくるじゃないですか。なんでそういうなんかみんなが知ってそうなものをうまく取り入れていったっていう感じですね。本当そう思いますね。印象的な地域とかもいっぱいあったし、イベント無人島もすっごいリアルなサバイバルを感じられたなと思っていて、なんかね食料を集めないといけないから、まずなんか寝る場所探すとか、そうで1日目はこう終わった、で次の日はじゃあこれやろう、こう終わった、そこが割愛されないのがいいんですよね。大体そういうのがムービーとかで見せられたりするんだけど、実際にゲームプレイとして、あとそこにさっきの話じゃないですけど、そこに多分漂着して死んだ人の屍があって、そいつのお墓を作ってあげたりとか、そういうところもちょっと漂流もののね、ちょっとよくあるこう定番の流れとかをちょっとうまく取り入れて、定番っちゃ定番なんですよね。その定番はやっぱうまくひねってるんだろうね。なんで割とみんな記憶に残ってるんじゃないかなと思いますね。僕さっきもちょっと収録前にちょっと話したんですけど、なぜこう記憶に残る RPG と残らない RPG ってあると思うんですけど、結構面白くてもすぐまたストーリー忘れちゃうようなゲームってあるじゃないですか。でその中で僕がすごい覚えてる RPG って2つあって、ドラクエ5とこれなんですよね。でドラクエ5を例に話すと多分分かりやすいと思うんですが、あれって衝撃的な出来事がいろいろあるじゃないですか。誰かが死んだりとか奴隷になったりとか、再会だとか結婚だとか、像にされたりとか、そういうなんか記憶に残るような印象的なイベントを置くことでストーリーの全体が見えてくる。エターナルアルカディアも全く同じで、そう言ってもらえるとすごい、ドラクエ5もう名作ですからね。そう言ってもらえると嬉しいです。いつかやりたいですね、ドラクエ5の回。それはそうだ。誰が結婚相手かでもめるでしょう。2時間いっちゃいます。エターナルアルカディアはその問題がないからね。どっちも選べますから。あれなんですよね。そのモービスの話が先あったんですけど、そこでバイスたちが逃げて無人島にバイスが来て。アイカとファイナが、ノースラットでしたっけ、あそこでなんか酒場で働いて、でバイスもその町に行くと何回もすれ違ったりとか、お互い探してるんだけど会えないんですよ。会えない、ちょうどこっちが宿に入ると彼らが出ていく演出とか入ってて、大体こうなんかありそうな感じなんだけど、それやっぱりこう記憶に残るし、でそこでこう宝地図のその半分ずつを持ってて、同じ宝地図をめがけて再会するってやっぱ空賊っぽいじゃないですか。やっぱ宝物が2人を結んでいるっていう感じもやっぱすごくいいし、それを通してやっぱ序盤のバルア帝国からの脱出とかも、あと牢獄に入るとか、そういう出来事があるから全体が
結構複雑な壮大なストーリーでも見えやすいんですよね、多分。そう言ってもらえると、書いたものとしては嬉しい。それプラスやっぱその新しい場所に行くとワクワクするっていうのもあるし、ナスラードの話が出ましたけど、ギルダーっていうキャラクター、声優が若本さんで、戦闘中にブロワーダメージ言うんですよ、皆さんブロワーって。若本さんノリノリでやってね。そうなんですね。あれ名前の由来って何ですか、ギルダー？これもあんまり言ってないと思うんですけど、他の海賊ってお金の名前がついてるんです。やっぱりドラクマっていうのはギリシャの通貨の単位なんです。ギリシャの通貨だ。今もうユーロとかになっちゃってるのかな。そうなんですね。ギルダーっていうのはオランダの国のそうですギルダー、そこから取ってるのかな。ギルダーって他にもだから大概そうですね。空賊の皆さんですか？ドブラもどっかね、南米かなんかのお金の通貨のバルボアもそうです。なんかジャオとかマオとかっていうのは中国のすごいちっちゃい方のお金、元の下の方になんかあるんですよ。それ2人ぐらいその名前がお金じゃないかなって思ったら、もしかしたら気づけるのかなと思ったんですけど、私一つも分かってなかった全然気づいてなかった。僕もドラクマ言われてみたら、やっぱドラクマってメインキャラクターだから、その由来を考えないんですよ。もちろんギルダーも仲間になるんですけど、結構後のことだから、やっぱちょっとその一時的に仲間になった印象があるんですけどね。やっぱお金は天下の回り物じゃないですけど、なるほど、世界にね、しかもなんか欲しくなるねものだったりするんで、なんかアルカティアでしたっけ、ちょっと貿易っぽいことをやりたいよねって話も最初にちょっとあったんですよね。やっぱそのせいもあるのかなと思って。じゃあいろんな通貨をゲーム内に落とし込むことも考えてたんなんかね、各国ごとにお金が違う。そうですよね。RPG だといつも何かでね統一ですけど、いやそれあったんですよ。喋ってる言葉がわからない、そういうのもね、愛であった言語。なんか通訳見つかないと喋れないとか、それさすがにやめましたけど、通訳システムとかありました。でも面白いですね。新しい国行ってもやっぱり言葉が最初通じないから意思疎通できない。やっぱりあの頃のセガさんのゲームってなんかやりすぎるぐらいやってたすごいですね、やっぱり。通訳と貿易はさすがにでもその発見物はちょっと貿易っぽいですよね。その情報屋があって、でも確かにその今はここでは話ができない、言葉がわからないから、でも後に通訳連れてきてとか言ったらこういろんなこう巡り合わせができますもんね。面白いですね。今思うと面白いかもしれないけど、当時やったらめちゃくちゃ大変大変でしょうね。またそれをワンエピソードじゃなくてシステムにしようとして考えちゃうから余計に思い出しました。今そんな話してた。あとはいろんなギミックっていう言い方でいいんですかね、驚かされる場面いっぱいあったんですけど、例えば空賊島の横のところがボコって開いて、そこから船が入っていくのとか、あと神殿島最初の方ですね、扉を開けて水を抜こうなんて言って、扉開けようなんて言ったらボーンって水が結構ダンジョンはそれぞれちょっと違ったギミック入ってますもんね。あれもやっぱりドリームキャストなんで立体的なダンジョンとギミックを作れっていうお題がやはりありました。なるほど。なんで空賊島もただの平面の島じゃなくて立体になって、普通だったら壁になってる横のところに入り口があるとか、ヤフトマとかもたらい船みたいなのに乗って、そうですね、それで崖から落ちて隣の島に行ったりとかできましたもんね。立体で作るっていうのもすごくテーマを隠し部屋が多かったのはそんな理由ですか？そうですね。よく見ると何かこう自分の主観視点で確かに宝箱が置いてあったりとかね、あそこの影なんかあるわとかっていうのを実感してほしかった。とにかくはしごが多いイメージ。今やると結構時間かかります。降りたり登ったりして、こっちじゃなかったって思うと結構また登るの時間かかるんですよ。今やったらね、ジャンプで登りたいですね。登りたいとかすり落ちて、かなり無理やり 3D にしてますよね。そうなんですね。あ
歩く場所によって足音もちょっと違ったり。あ、そうなんですね。それはまたこだわりでサウンドの、サウンドのこだわりもこのゲーム強かったんで、僕とか足音は割とそこまでではなかったんですけど、いやちゃんと足音をここまでマップが作られてるのが別々にしたいっていう、ちゃんと足音がどういうのがなるかっていうのはマップの情報に全部データが埋め込まれてるんですね。ここは金属とかここは砂みたいな、結構本当いろいろとそういうことが今では当たり前になってて、この時期に初めてやったんだろうなって感じがしますね。今はもうそういうのが割とペペットツールとかでできるんですけど、エンジンとかでね、当時はもう全部手でそれを入力してたんで、私そうサウンドといってもすごく印象的なのは、その旅をしてて空域で別の大陸とかに近づくと、BGM はその BGM なんですけど、ちょっとアレンジが加わってきたりするんですよ。でそれが森の緑の大陸だったらちょっとこう太鼓の音が加わったり、砂漠っぽいところだとちょっとインドのシタールみたいな楽器の音が聞こえてきたり、あれはすごいですよね。あれはもう本当にサウンドチームのこだわりというか、最初からそれやりたいっていうのにすごい提案を受けて、しかもなんか曲が切り替わるのがなんか労働し直しでなるんじゃなくて、リアルタイムに変わっていくっていうのをやりたいって言って、それまさにおっしゃられた。ずーっと空を飛んでるとだんだんね、アフリカっぽいところに行ったり南米っぽいところに行くとどんどん音が変わっていくんですよね、同じメロディーなんですけど、あれどうなってたんですか。そんなことが可能なんですね。一応そういう音色データが用意されて、この場所に行くとそっち側を再生するみたいな、でそれがまたフェードインでこう変わるようにできるもんなんですね。あとボスの曲とかもそうなってて、はい、ピンチになったり、チャンスになるとリアルタイムに変わっていくんですよね。あれはなんだろうね、残りの体力ゲージによってっていうこと。体力とかを見て相手のもそうだし自分のもそうですよね。いやすごい音が結構だからそのバリエーションがすごいやっぱその曲もそうだし、バトルに関しては勝った時もその状況によって楽勝だったねって言ったりする時もあれば、なんか大変だった時はちょっとこうしゃがんだりとか倒れてたりとかして、こだわって作ってましたね。本当にこだわって作ってましたね。いやでも本当にいいサウンドが多くて、曲は本当にサウンドチームがね、素晴らしい曲を作ってくれたなと思います。倉部さん何が好きですか。僕はこのゲームで唯一好きじゃない部分があるとすれば、バトルが多すぎるんですよ。ロードがね長いんですよね。バトルに入るとき一回始まるとまずこうフェードイン一回フェードインしてでやっと始まるし、視察はも結構時間がかかる一個一個なので、結構バトルは途中で大変だな、もう耐えられないなと思うんですけど、バトルの BGM 最高なんですよ。だから大丈夫なんですよ。メインの通常のダンジョンとか入った時のバトルもそうだし、その船でこう甲板に敵が来た時の BGM また違うじゃないですか。あれもいいし、砲撃戦のバトル BGM、3つのバトルのボスはやっぱたまにしか戦わないからそんなに印象に残ってないけど、3つのメインのバトル BGM はすごい記憶に残ってるし、僕ゲームの RPG のバトル BGM でベスト1です。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですか。そこまで言ってもらえるとね。いや本当そうです。ちなみになんかさっきちょっと自分の好きな曲を一通り並べてみたら、このゲーム音楽を作った方がお二人ですよね。前っていう、ミノベさんという方と前田さんという、どっちもすごい素晴らしいんですけど、僕の好きな曲はほとんど一番好きな曲はほとんど前田さんの曲。あ、そうですか。ミノベがムってなりそうですよ。もちろんね、ミノベさんの曲も素晴らしい。このサンタラは今日前田さんに借りてきました。そうなんですよね。多分僕がすごい前田さんの音楽が好きなんだなって初めて気づきました。あ、そうですか。戦闘曲は全部前田さんですよね。なるほどなるほど。ちなみに児玉さんはどの曲が。私はやはりメインテーマですねの曲好きだというのと、もう一つはやっぱり曲を聴くとアルカディアだっていうふうに思い出せるっていうことと、フルオケで撮ったので実は初めてだったんですよ。打ち込みというのは何度もありますし、
なんですかね、バイオリンとかその辺だけのとか金管のみの編成のものは取ったことあったんですけど、フルオケで取るっていうのは初体験だったので、本当にそれはすごく覚えてますし、なんかすごいっていうふうにやっぱり。で今までその RPG だとファンタジースターとかだとそのなんていうかオーケストラレーションなものは作ったことがなかったんですね。であんまり私自身がそんなにどうかなって思うところがあったんですけども、俊太郎さんがもうとにかくオーケストラでやろうよっていうふうにやはりおっしゃっていて、このアルカディアにはそれがぴったりくるよ音楽的にって話をして、やっぱり撮ってよかったなと思うのがやっぱりメインテーマとかオープニングテーマですね。そうですよね。もういろんなね思い出もありますしね。そうですね。田中さんは？僕はねラスボスの戦闘曲がすごい好きなんですよ。かっちょいいんですよねこれが。かっちょいいですよね。でこれも最初はねなんていうんでしょう、手に足握るようなところから行くんですけど、もうボスがあとちょっとで倒せるっていうところになると、今児玉さんが言ったメインテーマのアレンジになるんですよ。これがもうめちゃくちゃかっこよくて救われた感じですね。もう終わる、ついに見えてきた感じっていう時に主題歌のアレンジのメロディーが流れる。確かにそうだった。ぐわっと感動してくるんですよね。僕その後にねファンタジースターとか PSO2 とかにもちょっと携わらせてもらったんですけど、PSO2 とにもやっぱりそのアイデアを取り入れられるので、ボスの曲とか勝ちそうになると途中でメインテーマがかかり始める。そこはやっぱりグッとくるんですよね。やっぱりそういうサウンド演出の割と最初にやったのがアルカディアだったかなと思います。そうだったんですね。もうラスボスっていうのはやっぱりここまでの冒険もあるし、で絶対倒したいって思うんですけど、でもその終わりが近いっていうなんかその何とも例えづらい気持ちを持ちながら戦うじゃないですか。でだからそのラストバトルの音楽は本当にそれをこう盛り上げてくれるし、いろいろ思い出してくるんですよね。メインテーマのアレンジが来ると、ついに終わるっていう感じがすごく好きなんですよね。そこでちょっと落ち着いて負けちゃったりするんですもう大丈夫だと思うんですけど、油断してる。結構ラストバトルね長いんですよね。結構間に砲撃戦が入って、砲撃戦がかなり長いんですよね。そのラストにたどり着いた時はもう結構時間が経ってる。そんな結構苦労した記憶もあるんですけど、とにかくすごい長い記憶がある。2段階かな。砲撃戦っていう砲撃戦入れると3なんですよね。船同士の戦い、船で相手の巨大な形態の状態と戦ったりとかね。そうですね。ねえ本当。私もリトルジャックのそのやっぱ音楽が変わっていくところとかがすごく好きで、であと私も砲撃戦2ですね。タンタタタンタタタンって、あれかっこいい、キャッチーですよね。すごい回るなと思う。ギガスとかと戦う超巨大生物がいるんですけど、世界各地に本当にゴジラとかと空中戦艦で戦うみたいな感じなんですけど、その時の曲がそうですよね。すごい不思議なクリーチャーいますよね本当に。こんな人もいるのかみたいなクリーチャー出てきますね。私緑のグリデガルデの鉄拳あれ終わったみたいな攻撃ですよね。船をパンチで殴りますからね。なんかもう絶対勝てないって思いますね。いやあれ食らったら沈没してますよ。ね、でもラムキャノンも月光砲もかっこいいですよね。あれもやっぱりロマンというかね、波動砲みたいな気合もいいですね、バイスの。一撃をかませば勝てるみたいな、そこにどうやったら持っていくんだろうっていうところが砲撃戦っていうね、バトルの船同士の戦いなんですけど、あとはやっぱりそのバトル一個一個でその敵の動きに合わせて動いていく。あれも全部シチュエーションが違うんで、それ全部一個一個手作りなんです。そうでしょうね。そんな感じします。全部手作りなんです。本当に手作りですね。ね、児玉さん本当にやりすぎですよね。プロデューサーの本当にもう感謝です。児玉さんは今更ですけど、具体的にそのプロデューサーとしてその OK 出したりとかっていうのはもちろんそうですけど、具体的にどういう風に携われてるんですか。
もうでも一緒にほとんど絵コンテまでは見てないかもしれないけど、シナリオ読んでとか、そこでこうしたいとか、あとは、もうある程度出来上がってきたところで実際にプレーをして、でここがどうこうっていうのをやったりとかもしてましたね。結構児玉さんと相談して結構大変だったのは、僕覚えてるのはこの主人公のバイス、この今タイツっていうかズボンというかこう黒いじゃないですか、これ最初ね白かったんです。で僕がなんかクールじゃないというかね、空賊っていうか海賊っぽいやつなんで、白だじゃなくてもうちょっと悪っぽくしたいから黒くしたい。でもみんな見慣れてるから白のが頭にすり込まれてるんですよ。だからね、白にするか黒にするかめっちゃ揉めましたよね。白か黒かバトルが、今思うとその服の他の色とは黒の方がマッチしてるように見えるんですけどね。最初は見慣れないとか、そうだね。当時のねボスが割と白派だったんですね。そうですね。弊社の当時の社長でありました、大場社長ですね、は白だったんですよ。そこ社長さんまでそこそうですね。これは本当にエキサイトしてなんか揉めた記憶が、なんかね終電過ぎて児玉さんももう終電で帰れなくなるみたいなところでずっとその黒だ白だって言ってて、今思うと私がなんか12時何分が最終なんですけども、悪いけどこれで帰るわって言って帰った記憶が。どっち派だったんですか？私はでもその時黒だったかな。私多分そうだったね。児玉さんは黒で押して、その社長がね、ほら青と赤と白と、基本ねおもちゃ3原色っていうか、ガンダムとかもそういうカラーリングで、それが目にやっぱり残りやすいかなっていうような意図で、それも一理あるかなと。で僕はその悪いちょっとクールなところ出したい、それぞれ一理あるんで、もうどっちかが折れない限りこれどっち取るかなんですよね。そういうキャラクター性取るか、そういう色のキャッチーさを取るかみたいなところで、最終的には黒になった。最後は投票になった。投票もしました。チームの中ですごいな。ズボン一つで押し切りましたけど、まさかバイスのズボンにそんなエピソードがあったなんて。それは1年で終わらないでしょ。こんな感じでやってたんですよね。だからこそそこまで作り込まれたゲームだったんでしょうね。皆さんこんにちは。 MC のロスタイムの時間です。さあ今回はもっと聞かせてレトロゲーム第2回エターナルアルカディアの収録後となっております。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。1時間半も喋ったんですよ。2時間近いと思います。2時間近いですね。大丈夫ですか？好き放題喋ってた。いやいや、こちらももう本当好き放題聞いちゃってすみません。まさか開発者の方からここまでいろんな話が聞けるとは思ってなかったんで、いやなんか言えなかったこといろいろ多分世界のファンから重宝されますよ、この番組。そうですね、字幕つけた方がいいですね。誰かが勝手につけてくれると間違いなく膨大な作業ですけどね、本当面白い話をたくさんいただけて、聞きたいこともでも半分ぐらいかなと思ったんで、またこれを見て第2回をその中でクルーのお話をちょっとあまり聞けなかったので、ここでちょっとお伺いできたらいいなと思っております。まずじゃあ私がそのクルーで気になってたのがクルーっていう技がありましたね。クルー久々に聞きました、その技の名前を。これがその船に乗せているクルーたちが一人ずつ出てきて攻撃をしていくという長編ドラマのような攻撃なんですよね。1分ぐらいかかる必殺技ですよね。順番にずっと出てくる。あれってそもそもどうなってるんですか？船に乗ってるクルーですよ。役割ごとにクルーって2人ずつ用意されてるんですね。だからコックさんっていう役割だとそれぞれ2人いるんですけれども、うららちゃんだったかな、ジパングルーとロビン最初の船乗り島にいたおばさん名前忘れちゃったいるんですけど、ポリーですね。そうですポリーさんとでいるんですけど、乗せた方が船に乗せてる方がクルーの技に出てるんですね。もう一人は島で
お留守番してるんですけど、だから入れ替えると技の登場するキャラクターも変わるんですよ。一個一個ってことですね。そはい、の職業ごとに、だから本当に組み合わせごとに全部再生パターンも違う。すごいことじゃないですか。やりすぎやりすぎ今考えるとあれのバグチェックとか大変だったろうな組み合わせを試さないといけない一つの技のためにね。あれその技のその見た目が変わるのはもちろん効果とかも変わるんですよね。変わる。はい。さっき言ったコックさんとかだと相手にダメージを与える時に回復もするんですね。コックさんとかは美味しいものを食べて回復するっていうことでコックさんを登録しておくと回復してくれるみたいな。コックさんいない時でも出せるんですか？コックさんいない仲間になってるのでそこは飛ばされちゃいます。はい。なので短いパターンもあり得るんですよ。もうそんなことやるから大変になるんですけど、だからどんどんクルーが集まっていくほどクルーも長くなっていくみたいな効果も強くなっていくっていう技なんですね。面白いですね。やっぱりその一人一人の仲間を大事にしてる感じがあります。全部攻撃効果違いますから、大砲を撃つやつもいれば角材投げつけるやつもいるし、すごいですよね。しかもそれがその今船に乗ってるメンバーっていうのがすごい。なんか一緒にね一つの船に乗って旅してるっていう感じをやっぱ出したかったですよね。やっぱそのね実際に船の中も入れるじゃないですか。その航海してる時にこう船を歩いてみんなが仕事してる風景が見れたりとか、そこも描写されてるっていうのはやっぱすごいですね。あれもまためっちゃ凝ってて、あれも状況によって変わる。そう船の中でいつでも歩き回れるんですよ。それが例えばそのバルアっていう国だとそのバルアについてみんなクルーが話すし、そう会話変わりんですよね。南極みたいな高温帯に行くと寒いわとか言うんですよ。だからそのセリフも全部クルー分あるしみたいな。ドラクエだと何かがあればすぐに話すをコマンドで選ぶように、このゲームってどっか違う場所に行けばまず船の中を歩き回るなんか一緒の船の中で生活してる感じがすげえします。さっき言ったよ雲海の下とかに行くと、ある意味水の中に行ってるみたいなもんなんで、その時は窓のシャッターが全部降りてます。イベントシーンで降ります。もうそんなん作ったら確かに何年かかるんだっていう話ですけどね。改めてここまで作り込まれてたっていうのはやっぱり僕もやっぱその時間が経ってるので、久しぶりに遊んでるとここまでやってたんだみたいな感じでこう驚きますもん。僕も多分今やったら弾くと思います。ようやるわみたいな。すごいゲームなんだなと改めて。いやすごいですよね。倉部さんなんか好きなクルーとかいました？いっぱいいるんですけどベタなものからいくとやっぱマルコ、ストーリー上やっぱ結構重要なキャラクターでもいるので、やっぱその彼が結構不幸で、泥棒もやったりしている中で、そのバイスにこう勇気づけられるというか元気づけられる、夢を与えられるみたいな、バイスの言葉とかも印象的なんですよね。そのバイスが彼にかける言葉でその兄ちゃん死んじゃうよみたいなことを言われると、バイスはなんか結構そこでも前向きになってるっていう、そのなんか何も恐れずに前に向かうっていうそのことをマルコはバイスから教わるので、いつか何かの形で仲間になるのかなと思ったら、そのゲームの後半でいきなり来るというシステムが来て、マルコのためのシステムやと思ってそしたら案の定来る第1号が確かねマルコ多分そうなんですよね。でもちょっとかわいそうなのがやっぱ水夫なんですよね。で結構一生懸命甲板とか磨いたりしてるんですけど早くグレードアップしてくれるといいなと思う。エンディングでね各キャラのクルー全員分のその後が出てくるんですけど、その後がね描かれる。マルコはね大出世して提督になりますからね。そうでしたね。大出世です。そうだなんかクレジットの時あれですよね、クルー以外の登場人物もその後が描かれる。そこもちょっと戦場のバルキリアとつながって、そうですね。一人一人のそのもの終わった後どうなったかっていうのも描かれていて、仲間ってことですよね。戦ってたメンバーだけじゃなくて、マルコが拾われたのは僕は嬉しかったですね。自分のね最初の戦艦に密航して乗っかってくるんですよね。でクルー1号になる。そうだ密航して乗ってくるんだ。そうだった。もう本当に群像劇をやりたかったんだなっていうことですよね。で一人一人にちゃんと人生を背負っているストーリーを持っていてっていう。
ね、その分大変でしたね。一人一人の人生をね。しかも結構そ描かないとのいけない全員がそうではないんですけど、メインストーリーにマルコみたいに絡んでくるやつとかも結構いますね。そうですね。ヤフトマの何でしたっけ、姫君みたいな、萌え姫かな、萌え姫とかね。やっぱエンリクとの関係とかも面白いし、萌え姫確かクルーになりましたね。クルーになりますね。すごいですよね。天皇の娘さん帝がクルーに、帝のあれ王子ですね。大悟はクルーにならなかったですけど、最後でも味方に仲間に駆けつけてくれます、ね。あ、そうでした。決戦の前に、決戦前に駆けつけるシーンもね、すごいよかった。手前味しすぎるけど、いや良かったです。空賊が全員集結するところがね、全体的にそのヤフトマで仲間になった人がなんかすごい印象的で、なんか初めてそのやっぱヤフトマに行くときに初めて西方人って言われてるんですけど、いわゆる西洋人をヤフトマの人たちが見て、最初はかなり距離があるだけに、その絆ができたときにやっぱり特別な感動みたいなものがあって、それは僕日本で日々生活して感じてるものとちょっと似たようなところがあったりして、自分たちが行くと黒船が来たって言うんですよね。そう僕らの日本人の感覚だとね、日本にペリーとかもそうですけど、外国人が来たっていう感じですよ。このゲームだと自分らが外国人扱いされて、そうなんですよね。黒船で偉人が来たみたいなの言われて、言われるんですよ。この人たち髪黒くないとか最初言われるんですよ。そういうところはね、やっぱり逆の立場ですけど、多分こうだったんだろうなっていう。いや、まさに何かにつけその NPC に話しかけると、まず異邦人とか西方人ってまず言われるんですよね。西の国の人とかって、やっぱり日本で生活してもまず外国人であるっていうことをまず判断されるのとすごいやっぱり似てて、逆の立場なのにすごい如実に描かれてて、そうやったら多分そうだと思うんですよね。昔はもっとね、閉国の時代だからね、ヤフトマも、そこ初めてオランダ人が日本に入ったのとちょっと似たような体験がゲームの中でできるっていうのも、オランダはね、鎖国の中でも日本とはずっと交易をしてた唯一のほぼ国ですからね。単なるアルカディアの中でバイスはそんな感じの存在なんでしょうね。児玉さんはクルーの何か思い出ありますか？そうですね、さっきの本放送の中でもちょっと出てきたと思うんですけど、本当にクルーがですね、おっさんばっかり作るんですよ。田中俊太郎さんがおっさん好きなんですよね。やっぱそうなんですよね。本当にそうなんです。メインキャラもそうだしな。で、あまりにもおっさんばっかりだった。確かにイケてるおっさんなんですけど、それでもと思って、そのデザイナーの女子たちがですね、ちょっと結託してですね、あの時何でしたっけね、イケメン向上委員会か美男子向上委員会か、そういうちょっとチームを作ってですね、田中俊太郎さんにぜひ美形を描かせろ、イケメンの男を描かせろっていうのをすごいね、運動した記憶が残ってます。その結果、ハンスとかですかね。そうですね、ロレンス最後ね、美形になりますし。じゃあその動きがなかったら、ハンスもロレンスもないと思いますよ。ドミンゴもそうだしね。ドミンゴとかね、キャラクターデザイナーが思い入れを持って、そうですね。やっぱそこ発見物ハンター結構他の RPG と結果として入ってるんですけど、やっぱりその美男美女、ひたすら美男美女が続くっていうゲームじゃないんですよね。特に昨今の日本の RPG ってかなりやっぱりその美男美女が多いんですけど、そこもやっぱかなり変わってたんだ。それでもおっさんが多かった結果としてもっと多かった、もっと多かったけど、そうですね。だからおっさん予定だった人をイケメンに変えたりとかしました。確かに。ちなみに誰が変わりました？誰だったかな。あれですけど、何人か変えましたね、イケメンに。じゃあつまりイケメンは元おっさんの可能性があります。実は中身はジジイが結構多かった。そうですね。メインストーリーでも大事なジジイが2人もいるわけで、大事なジジイ。確かに。ちょっと今思うと、そうです、そんなことプロデュース的には確かにもっと売れるキャラクターとかね。女性にも楽しんでほしい。結構洋芸に多いじゃないですか。その主人公も結構年いってる人たちだったりするわけで。そうですよね。意外にそういうところがもしかしたら海外の人とかに受けが良かった要因の一つなのかもしれないですね。でも僕
バルキリアでも同じこと言われましたね。あ、そう思い出しバルキリアもハゲじじいとか出てくるさ仲間になる頑固じじいとか結構ハードボイルドな人たちいます。田中さんセンバル4はもう僕はねバルキリア3までですね。3までなんですね。ディレクターとして作ったのはやっぱ1なので、ストーリーとかまで書いてた。4もおっさんがいるのはどうしてなんでしょうね。やっぱそこは伝統じゃないですか。2、3も多少はやっぱ出てきますから。でもそのおじさんの存在はその児玉さん言ったみたいに多すぎるのはあれかもしれないですけど、でも必要ですよね。その安定感、その安心感。やっぱりバイスがなんでしょう、お父さんがいてとか、それから尊敬する男の人がいるっていうのはすごくその男の人としての成長をやっぱり描いてるところもあるので、そうなんですよね。そこはすごく私も分かりますし、そのドラクマの話がシナリオがあったんですけども、あれとかはもう本当に手前味噌で申し訳ないんですけど、私涙したぐらいだったので、いい話ですよね、本当に。でものすごく自分的にはもう全てをシナリオを読んでいるところでプレイしているので、田中俊太郎になんかすごく泣かされたというかですねちょっと私的には悔しいところもありつつ、でもプロデューサーとしては泣けるシナリオもありがたいなと思って、確かに男気っていうのが一つのシステムになってるだけあって、やっぱその男たちのそのハードボイルドじゃないけれども、その男らしくなる成長物語なんですよね。改めて当時結構言われたのが、主人公に両親揃って出てくるのめちゃ珍しいって言われたんですよ。基本いない。大概ねRPG の主人公って親がいなくて、で主人公は記憶喪失みたいな感じです、ね。バイス自分家もあってお父さんもお母さんもいるんですよ、珍しい。それはすごい珍しいって言われましたけど、お母さんはともかく自分の父親もすごい偉大な空賊なんですよね。でもそれをやっぱりバイスが父親を超えていくみたいなところをやっぱり描きたかったんで、父親はあえて死んだりせずに生き残って、その旅に出るって親父に言う時も、普通の作品だと反対されるみたいな感じで、でもダインはなんか行ってこいみたいな感じになるのもやっぱすごいいいですよね。あとはやっぱりそのバイスがいろんな人にこうかっこいい男に教わる中で、今度はマルコみたいな古文的な存在もできていくっていうループもいいですよね。兄貴になって、それで女性をじゃあないがしにしてるのかっていうことはそんなことなくて、やっぱりね、アイカとファイナーっていう女性陣もいながらっていう、でもそれも記号化された女性じゃないんですよね。それもいいですよね。なんかどっかに書いてあったんですけど、ただのその救出するお姫様じゃなくて、一緒に冒険してるっていうのがやっぱいいですよね。クルーの話長くなっちゃうもういくらでも出てきちゃいますね。でもそうですね、クルーのおっさんでいうとおっさんでよかったなと思うのが龍寛、剣を鍛えるね、頑固な職人の、あれもやっぱりその男として認めてもらわないと仲間になれない、作ってくれないんですよね。男気の一番上の多分称号を獲得して初めて相手にしてくれる、やっぱその男同士のこう認め合う感じもそこでうまく再現されてるなと思いましたね。あれ確かクルーになってもらうの一番苦労した。そうですね、一番難しい、一番難しいと思うね。究極の剣を作ってくれる。そうですよね。そこもまたやっぱりちょっとドラクエの影響があったりするんですかね。そこはでももうクルーのシステムでやるときにやろうと思ってました。なるほど。自分を認めないってくれないと仲間にならないキャラクターとかっていうのを作りたくて、もうだからそこはあえてすごく難しい。多分大抵の人は多分仲間にならないで終わるんでしょうね。やり込み要素ですね。いや本当話は尽きないですね。いくらでも話していたいんですけれども、クルー一人一人について話せる。次回はじゃあもうちょっと深掘りする回ということで、これ以上言いますけど、皆さんについてこれるのかなみたいな。はい、なので一緒に冒険をした皆さんは楽しんでもらえましたでしょうか。そして、まだプレイしたことがない人もぜひもうすごい興味持ってもらえたと思うので、ぜひぜひちょっとネタバレ食らっちゃいましたけどね、だいぶね。大丈夫です。大丈夫です。いや、ここまで聞いた人はやるでしょう。ここまで聞いてやらない人はいない。まだだって戦闘の話全くしてない。そうですね。全然もう砲撃戦の話ちょろっとしたぐらいなの。そうですね。じゃあいいですかね、デモプレイも交えながら。そうですね。要素が多すぎるんですよ。はい。もうなので、はい、ぜひぜひ
これからも興味を持って、あとサントラありますからね、サントラもぜひぜひ、サントラも出ますからね。はい、よろしくお願いし本当にます。貴重な話ありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございました。ではまた。